どうもババアです。白様です。本日はカラリとした晴天。木漏れ日がキラキラ。昨夜のパーティー会場はこちらでしょうか。動物の足跡がびっしり。鹿なのかイノシシなのか。カーリバー動物天国だね。川の水の透明度がすごい。川底の石がピカピカしてるね。石の形がパンに見えてきた。重症だなおい。ここは川の合流地点です。カーリバの川は支流なんだよね。そう、支流と本流に挟まれた陸の孤島です。災害時は実際にそうなりそう。ところで集合体恐怖症って知ってる？ハスコラとかで有名なやつだっけ？ハスの花が咲いた後の花托の穴に恐怖を覚えるみたいなやつね。あれゾッとするよね。今日ね、そんな感じかな。Tugalashi Itolu Yankee. Hona Koko de Netalo Kana. 人気の唐辛子は早い者勝ちです。Dobu Matena Nioi Saluwa. 天にゃんがここでくつろいでるから。Watino Tugalashi Katena Soalan Toiti. 天にゃんがそう言いながらここで寝てますよ。Akanjini Toto Nu Tata. Hona Golan Shio Kana. 何ですか、このかわいい生き物は。はあ、はあ。Kisho. ところで今からミーティングらしいですよ。Duyu Koto. ほら。Nemu Taiwa. Hochio. Kiuno Gadai Nani? Baba-san Hanakama Satina Munya. ここは天国かな。よしひこでかくなったな。Yochua White Tiger Nanan Munya. Itachi Gionai. Who where? さてパン生地こねよっと。聞くの怖いんだけど今日は何を作るの？今日はちぎりパンを作ります。なんだ別に怖くないじゃん。本日の生地は骨ぬか 20%、加水率 65%。ベーグルの時と同じ加水率だね。素晴らしいですね、白様。そう、今日は茹でないベーグルの生地でちぎりパンを作ります。前も茹でないベーグル作ったよね。ビアリーっていうパンを作りましたね。茹でないし二次発酵もしないもっちりとしたパンです。工程が少ないから時短ができていいね。さあさあお掃除タイム。掃除機の時ヨシヒコ絶対近くにいるよね。そしてヨシヒコのおもちゃ返還タイム。毎回定位置で待ってるのくさ。それじゃあお留守番よろしくね。買い物ですよ。今日も開店と同時に入店。買い物終了。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問、白様かっこいいなどいっぱい書いてね。さあ買い物に行っている間の一次発酵でバインバインに膨らんだパン生地を優しく丸めていきます。バインバインって何なん？今回の生地は以前作ったビアリーという茹でないベーグルのパン生地なんですけど、このパン生地の上に肉団子乗っけて焼いちゃおうかなと思って。またなんか斬新なメニュー考えたな。今回は二次発酵もなし、茹でる作業もなしなのでめちゃめちゃ簡単にできると思います。ズボラなババアにぴったりのパンだね。 500g のパン生地を16等分に分けてまん丸に成形していきます。二次発酵をしないパン生地ってどうなの？このビアリーの場合はちょっと小さめな焼き上がりになると思う。ベーグルは二次発酵の代わりに茹でる工程があるから少し生地が大きくなるけど、ビアリーにはその茹でる工程がないからね。じゃあ天板1枚に全部収まるかな？そうね、16等分だといつも2段焼きしてたけど、今回はちぎりパンだしね、もうぎゅうぎゅうにひっつけて焼いてやろうかと思う。でも二次発酵なしだとパン生地が硬くなったりしないの？
硬いというよりもっちりとした食感になります。ババアは柔らかいパンも好きだけど、この弾力のあるもっちもちの生地も好きなんだよね。なんか集合体になってきたな。これだけでも鳥肌が立つって人もいるかもしれないね。ベースはビアリーなので玉ねぎも乗せちゃうよ。なんか切るの遅くない？目が痛いからめっちゃ薄めで切ってた。危ないからちゃんと目開いて切りな。スパイス瓶の底を使ってパン生地にくぼみをつけます。なんかもうすでにゾワゾワしてきたな。肉団子とチーズ？そうです。まずはチーズを穴の中に詰めていきます。穴が深いからめっちゃ詰めやすそう。そして肉団子。ぎゅうぎゅうに押し付けてやりましょう。鳥肌レベルがどんどん上がってきたな。そしてオニオンマフラなんだよオニオンマフラーって。ー。そうしたらかっこよく塩を振ります。かっこよくねえわ、腕猫傷だらけだし。ブラックペッパーを振ったら焼いていきましょう。よく一枚の天板に収まったな。ちょっとぎゅうぎゅうすぎて丸いパンが四角くなっちゃったもんね。200度の上下ヒーターで25分焼きました。肉団子の存在感すげえな。本日の千切りストック。昨日の千切りストックもう全部食べちゃったの？大量に作っても1日持たないんだよね。まあでも変なおやつ食べるよりは体にいいからね。このきゅうりも千切りストック用だけど、半分はスネジャンカソースにもらいます。あー、またスネジャンカいっちゃう感じ？今回は2種類のソースを作ってパンにのせながら食べる予定です。さあ、千切り野菜のストックも完成しました。毎回ストック量すげえな。塩もみしたきゅうりの水分をぎゅうぎゅうに絞ってプチトマトも入れちゃおうかな。さては映え担当だな。その通り、さすがアシスタント。生姜にんにくオイルを少々加えて、その中に水切りをしたヨーグルトをドボン。今回もいい感じに絞れてるね。そしてその中に合法パウダー。ババアの欠かせないアイテム。スネジャンカソースの完成です。ほんとこのソース簡単だよね。保存されたことないけど、一応保存容器へ。ペロッと完食だもんね。それではもう一種類のソースを作ります。もう一種類のソースは何？もう一種類のソースはカレーソースにします。あー、間違いないやつだね。正解正解、ババア正解。ビアリーの残りくず玉ねぎと千切りストック野菜の残りくず人参、そして旦那が見つけてきた3割引きのひき肉。さすが割引ハンター。味付けは合法パウダーと砂糖とケチャップとカレー粉。マジでこれだけ。合法パウダー有能すぎんだろ。ケチャップはかなり多めに入れました。水分ほぼケチャップだね。追いケチャもしちゃおうかな。真っ赤っかになっちゃった。最後にカレー粉をパラリ。ケチャップの中にカレー粉を入れるだけでカレーソースになるんだからお手軽だよね。最高のカレーソースができこれご飯欲しいな。た。さあ、謎の集合体が焼き上がりました。いやー、ゾワゾワする。なんか可愛さのかけらもない見た目のパンが出来上がりました。なんで丸が並ぶとゾワゾワするんだろうね。今回はこの器の上に盛る2種のソースでいただきます。スネジャンカソースはもうババアの中で鉄板なんだね。もう人生の中で欠かせないソース。そこまで？コーヒーゼリーも並べたら完成です。謎の集合体ビアリー、玉ねぎマフラーでゾワゾワ感倍増。スネジャンカソースとカレーソースを添えて。食べ物の紹介とは思えないな。それではいただきましょう。しまったな、これもやっぱコーラだな。大体間違うよね、ババア。なんか遠目で見ても不気味さが漂ってますね。これハロウィンメニューでもよかったんじゃない？しまった、一周早すぎたな。
焼きたては熱々でちぎれないと思ったので少し冷ましておきました。ババアが成長してる。ババアはいつだって成長期。あれ、イソジだよね。それでは引きちぎってやりましょう。言い方。十分に冷ましたつもりだったんですけどね。手の皮膚弱々だな。なんとかちぎることができました。ショートケーキみたいで草。どこからどうやって食べればいいのかちょっと悩んでます。このミートボール邪魔だよね。そんなミートボールにカレーソースをつけて食べてみましょう。おっさん全然熱そうじゃないね。旦那氏は手の皮膚バグってるからね。てかこのカレーソースめっちゃ美味しくできた。ほぼほぼケチャップなのに。日本のケチャップって偉大だね。そしてスネジャンカソース。これはもう何にも言うことないですね。ババアの鉄板ソースだからね。カレーソースとスネジャンカソースを一緒に食べたらどうなんだろう。ババアの冒険が始まった。驚きと楽しさのある食事。ババ三郎と呼んでください。道場六三郎をもじったつもりかな。まあよく考えたらカレー味とヨーグルトって合わないわけがないんですよね。インドカレー屋で出てくるラッシーみたいなもんかな。だからね、この2つを一緒に食べてもめっちゃ美味しかった。まあ間違いないよね。今回の謎の集合体ビアリー。だいぶゾワゾワ感薄らいできた。お手軽簡単鳥肌と3拍子。鳥肌いらねえよ。美味しかったです。さようなら。バイバイ。